こうなってこうなる。これは、県がやったんですよ。愛媛県が。愛媛県がその小酸体窒素で言うたら肥料分よね。肥料分がどれだけ流れ出てるか。ただそれが流れ出ると地下水が飲めない。でこれはもう まさに井ノ口はもう全く無理。地下水危ないでそういうことをやって、今後のことを考えていかなければいけないというテーマなんで、ちょっと面白いかなと。で今日はまさにその地下水を見ていきますんで、だから入りの滝からずっと降りていって、その地下水が流れていって、でその地下水がどういう性質を持ってるかよもし西日本でそこにしかない植物。西日本で西日本全部で大きいね。そこにしかない植物。地下水がものすごいきれいで、それがある理由が秘密なんです。なんでそこにあるんだろう。最初は湧き水で塩水が混じるところに生えとるいう説やったんです。で僕が最初に見つけたのは全く塩分が入ってないところで見つけたんで、じゃあなんでそれが違うんかと。だからなんでその塩分の代わりになるものがあるんじゃないか。本当は塩分が好きなんじゃなくて他の何かが好きなんじゃないかって考えた時にミネラルなんですよ。でそのミネラルがたくさん出ることは結局いろんな他の例えば海藻とか、アマモとかそういうのも生育にものすごい適してるわけね。だからそういう面もいいんじゃないかな。それを調べるんですか。で生き物でそれを見るということ。ウテナの余川の、上流になる、源流言うたらいいんですかね。ずっと奥はこの川がずっと続いて、で入り火の滝いう滝になっとんですけど、その入りの滝の奥にがまた面白くて湿地になってます。すごい湿地がブワーッとあります。でその湿地にはそうですね、愛媛県でももうほとんど見られなくなったものとか、愛媛県でここにないような植物もあります。で、一番奥は何箇所も砂防ダムができて、一番奥はちょっとため池みたいになってね、砂防ダムのため池みたいになってずっと。だからもうおおむね下ですね。ほんで、ここのからもう大体花崗岩、風化した花崗岩がどんどん、ここ見てもらったらわかるんだけど、花崗岩がどんどん流れていくんで、で、このウテナ川は後もまた見てもらうんだけど、天井川。言うたら、普通の横の田んぼとかそれよりも川の底の高さの方が高い、そういう川になっています。で、それがなんでいかんかと言ったら、結局、大水が出た時に氾濫してしまう。そしたらその砂がバーッと出てしまうんで、今まで何回も、このウテナ川もそうやし、向こうの宮浦川という川もあるんだけど、そこも、そうですね、大体明治より以前じゃね、に何回も決壊して大変なことになりました。それで、結局当時のそういうふうな、政府とか幕府が、山に木を植えることを進めた。そういうことが起こっています。で、一番心配されたのが、ここの山火事だったんだけど、山火事の時も素早くもうね、いろんな樹木を植えていただいて、ほとんどそれからは被害が出てないですね。だけどもうこれが、まさに、この上行くと、この状態なんですよ。この岩盤があって、で、コアの石があって、その上にこの土が降り注ぐ。で、これも種類が違うんです、実は。下のが広島型といって、硬い花崗岩。なかなか風化しにくい。で、上は柔らかい両形花崗岩やつなんで、それが上に降り注ぐと、じゃあ、水はどこを流れるか言ったら、この岩盤のすぐ上を流れる。で、流れたら、こういったとこに湿地ができるんです。それがこの上の湿地。これがそう。これが、ちょっとちっちゃくなって、本当はもっと大きいのがいっぱいあったんだけど、これが、ね、見てもらったらわかるんだけど、もう、等間隔でね、葉脈がなってますね。これでちょうど、いろんなものの、あれが測れるんで、測り目という別名がついて、本当は小豆梨という植物なんですよね。ところが、この小豆梨は、不思議なことに、この近辺にはありません。で、どこらにあるか言ったら、例えば寒いところ。日本で言ったら、そうですね、やっぱり主流が、中部以北やね。東北とか、信州とか、愛媛県で言ったら、石内とか、そういう寒いところに生えてるね。それがここになんで生えてるか。なんでですか？答えは一つ。誰かが植えた。で、これが、
不思議なことに、ここはまあそういうふうな感じで、まあ拝むとこではね、拝むとこに出てくるんですよ。ここに出てくる、鉾山に出てくる、安仁山に出てくる、鷲ヶ塔山に出てくる、もう一箇所あったんが、野島に出てきた。うん。野島に出てきた。ということは、海賊となんかつながりがあるんじゃないか。で、調べました。で、こういう植物にものすごい造形の深い大先生がおられたんで、聞きました。この小豆梨は何かに使うとったんですかって聞いたら、ほなもうお前、ロベソに使えたんロベソにって。ロベソって。ロベソって何書いたら、こう、漕ぐときの、この、支点になる木。この木は硬い木じゃないといけないのね。で、この、測り目の木、まあ、この小豆梨の木はものすごく硬いらしいんですよ。普段はここらにたくさん生えてるウバマガシを使うんだけど、とするとますます、で、赤い綺麗な実がなるんですよ。ということはますます、海賊が、航海安全のためにこれを、もしかしたらですよ、神様なんかに授けよったんじゃないか。赤い実なんで。で、大体どこでもそうなんだけど、まあ、この、鉾山でもそうだけど、ちょっと下にあるんですよ。ここも、ちょっと下でしょ。ここで取って持ってきよったんじゃないだろうかと。だから、まあ結局、不思議だわいね。なんで寒いところにあるもんがこんなところにあるかという、一つ。それから、もう一点が、これを何のために植えたんだろうかと。そういう疑問がたくさんあって、で、整理してみると、そういう可能性が出てきた。あくまでも可能性なんで、どうせ歴史の先生方はそんなこと言っても、全然何も根拠があるんだと言われるんだけど、まず赤い実がなる。で、昔から赤い実は、そういう、飾ったりいろいろ、例えばお正月になると赤い実飾るじゃないですか。そんな感じで、日本人にとっては、赤い実というのはやっぱりそういうふうにね、それから信仰の対象でもあったもんなんで、もしかしたらそういうのに使われとったんじゃないだろうか。で、あくまでもそうなんだけど、仮説を立てることは何も立ててもいいし、わしらどうせ素人なんだから、もしかしたらそうじゃないかと。だってこれが、こんなあったかいところにあるのが不思議。一つのミステリーです、これ。で、それがしかも、調べていくうちに、そういうなんか神社とか、そういうところのね、お寺とか、そういうところのすぐ近くにある。いうのは、もしかしたら、で、もうね、そうですね、100年経ったら、地元の人も誰も知ってる人おらんから、こんなんもっと前のもんだから、みんな知らんわね。もしかして使われた資料が残っとれば思うんだけど、全く残ってない。綺麗でしょ、ルリタテハ。こいつはね、ユリ科の仲間の植物を食べるんで、日本トカゲだね。綺麗なの？綺麗なのこれ。なかなか可愛いこれ。危ないね。危ない。これシロアリに食われてるとか？いや、わからん。食われないのが不思議じゃない？これを連れてきて、例えば今の学生なんかでね、もうお金をいっぱい使うやつをやったらいいんよ。親のすねをかじることはこういうことだと。いずれ親が倒れるぞと。そんなことまで学べるとは。その解説なのこれ。もっとなんか聞きたかった。ここでね、水に当たったりね、水遊びしたら楽しいよ。あそこにもおるじゃん、水すまし。ね、半身はおるし、水すましはおるし、クワガタもおったで。大三島の場合は、ちょっとこんな自然の、こういうとこ入ると、自然がある。だから、都会から来ても、街中おったら見れんけど、ちょっとこう出たらいろんなものが見えるんで、子供たちにとってこういう自然とかいろんなことと触れ合うことは、やっぱ心の成長いうかね、心の根を持つことができるんで、すごくいいですよね。ただそれもガイドがらないかんし、そういうガイドを養成していけばいいんじゃないかなと思いますね。普通にこれいっぱい入ってるじゃないですだからあれは、外来種か外来種じゃないかまず。外来種じゃなくて、貝ってもともと日本にあったもんでもない。ということは、園芸的に掛け合わせた鉄砲ユリと、高砂ユリなんかを掛け合わせてできた新しいものなんでね。それがすごく生命力が強くて、正式な名前は新鉄砲ユリ。これをものすごく発芽力が強くて増えるんで、これはアジサイ。だけ
これもほとんどの品種が江戸時代にできたんだけど、これはもともと日本にあったアジサイです。で、おそらく、ミキさんらが扱いよったのはハイドランジア。これはもともと日本にあったアジサイで、本当はガクアジサイが主流なんだけど、こういう風に、手まり言うんだけど、まあ、ちょっとこう、おしゃれで言うと、ホルテンシア。ホルテンシアになるやつを、そういう特別な品種を見つけて、アジサイという名前をつけた。わらび。これ桜です桜。肝心の糸くずもが、これです。ちょっとね、もうだいぶ夏場で溶けとるからね、貴重なもんじゃけ、おそらく、大三島でこれが一番珍しいんじゃないかな。だって西日本でここしかないのも。前は四国で買い取ったけど、今もう、広島でもなくなったり、もう山口でもなくなったり、全部なくなってしまうよ。どうやって増えていくんですか？根っこと種で増えていく。どっちかで種で増えていく。種がついてないよ、三日月の種が。三日月みたいな種がついたんだけど。これを探そうでも本当、まあ、少なくとも中四国ではないし、九州もないだろうな。中四国、九州にないんで、あるとすれば近畿に、兵庫県ぐらいにあるかもしれない。だから本当に貴重なもんなんよ、これ。だけど、じゃあこれがあることでいいなんだけど、これはそういうミネラル分を含んだ相当、特別な水しかいけない。ということは、大三島はそういう水がすごく、豊かなとこじゃという一つの証明になるから。この水がじゃあ、普通な水ですか？でもこれ全体で、ここら全体生えとるけね。この地下水だろうね、おそらく。すごい景色が綺麗なんだけど、この景色運は全て一つ一つの生き物が集まって、あれしてるわけなんでね、構成してるんだよね。だけどその生き物たちがどんな構成しとるのか、どんな仲間がおるのかを調べていくことで、ここの美しさの理由がわかる。そういうことを調べていかないと解説ができない。まあ、ガイドとか、自然の指導員とか、インタープリターとか、そういうお仕事ができないんで、まだまだこの、愛媛県、特に今治なんかはそういう方が全然おられないけど、そのために僕は言いたくない冗談とか言いたくないホラーを吹きよう。分かっていただけますか？本当は恥ずかしがり屋なんですよ。人見知りで。それを我慢して。いや、これだけど、こんなにすごいとこないもん。だって、やっぱり5番目に大きい都市ですよ。四国で。それでこんなに自然が残ってるところないから。それはね、昔の人らが一生懸命守ってきた自然、それなんですよね。それをやっぱりこう、次の世代に引き継いでいかんと。自然運は、今ある人だけのもんではないんで、将来にもわたってやっぱりこれを残していかないかん。それを考えてもらわないかんですよ。特に人間と一緒に生きてきた、そういう尊厳みたいなのがあるわけなんで、これをなんとか人間のエゴでこれをなくすんじゃなしに、なんとか残してあげたいよね。だからそういう気持ち、たくさんの生き物を残すというのはそこですよね。で、いずれもしかしたら将来何かの役立つかもしれない。この島がなんか人間の特別ななんかコロナみたいな新しいね、病気の薬になるかもしれない。そういうこともあって、まあなんで生物多様性を残すかいういろんなあれがあるんだけど、その一つとして、まあ、人間の何かの糧になるんじゃないじゃろうか。薬になったり、食べ物になったりするんじゃないじゃろうかという考え方もある。